私でですね、今年はコロナがあったので別なんですが、毎年イスラエルに行ってるんですね。その中でですね、えっ、と、トラブルがあって、そして動けないような状況になったことがあったんですね。その時に62人の奇跡が起こったのです。それはどういうことだったのかと言いますとですね、飛行機でオーストリアを経由地として、そしてイスラエルに向かったんですね。そこまでは順調だったんですね。とは途中からですね、なんか飛行機の方向がおかしいのですね。そしたらですね、着陸しちゃったんですね。で、我々はこんな早く着いたのかと思ったんですが、そうじゃなくて、飛行機にトラブルがあってですね、オーストリアの空港に着陸しちゃったんですね。戻っちゃったんですね。それで一晩寝る、休むっていうことになってですね、それで次の日出発っていうことになったんですが、キャンセルされた飛行機がですね、そのまま飛べば、そのままの席で行けるんですね。ところがね、その飛行機がね、飛ばないってことになっちゃったんですね。そして、飛ばない結果はどうなったのかっていうと、次の日に飛ぶ飛行機があるわけですね。で、次の日に飛ぶ飛行機に乗るっていうことになったんですが、前日の飛行機に乗ってる人たちがね、もう一気に来たわけですよね。そしてですね、こちらが遅れたんですよね。その結果ですね、その飛行機は満席になっちゃったんです。じゃあどうなったのかっていうとですね、62人言いましたが、62人入れる余地はないわけですね。ですから、オーストリア、パリ、イスラエルとかね、オーストリア、ドイツ、イスラエルとかね、オーストリア、スイス、イスラエルとか、飛行機会社のいろんな飛行機に、4つか7つかな、4つだったんだ、時は、4つ ?4 チームに分かれたのかな。4つに分かれてね、そしてイスラエルに向かうっていう状況になったんですね。で、それだとまずいんですよね。それは何かっていうと、イスラエルの空港に着いた時からツアーが始まるわけで、4つに分かれちゃうと、ものの違うわけですよね。しかもですね、日も違ったんですね。要するにすぐつけないわけですよね。数日経って作って飛行機もあるわけですね。そうなりますとね、イスラエルチームはめちゃめちゃになってくるわけですね。そして私たちはですね、ともかく一緒に行きたいっていうことをお示しました。ただしも飛行機会社の方はダメだってね、4つか7つに分かれて、経由して、そしてちょっと遅れていくっていうような形だったんですね。で、その時にですね、窮地でひっくり返るってことは何でもあって、それは神様がいらっしゃることですけども、多くの方々がね、感謝をしておりました。具体的にね。そしてね、もう状況的にはね、これは不可能だっていう状況になったんですね。そしたらですね、その時にね、奇跡が起こった。どこに奇跡が起こったのかっていうとですね、要するに私たちの飛行機がキャンセルになって、次の日の飛行機でイスラエル行くのが一番早いわけですね。オーストリアからね。そこは満席だったんですね。そこにね、突然、60数席のですね、空きが生まれたのです。どうしてそういうふうになったのかっていうとですね、なんかアメリカからオーストリアを経由してイスラエルに行く人たちがいて、そのニューヨークから来るんですけども、そのニューヨークに台風が来たんです。台風ってんじゃない、ハリケーンっていうのかな。向こうの方がね。それでね、向こうの飛行機がね、キャンセルされちゃった。ですから、その団体の部分がね、要するにキャンセルされたことによってですね、開いちゃったんです。そして、私たち62人がね、もう全員入れることになりました。話聞いてると、スーッとして何でもないように感じるかもしれませんが、
これは何でもあったのですね。で、62人の奇跡で、全員が同じ飛行機になって一番早く一緒に着くことができたんですね。感謝したいと。こういうふうに思います。3回ですね、全く飛行機が取れなくなって逆転が起こったことがあります。それをおいおい話していきたいと。こういうふうに思うんですね。